ほら、やばくない？子音の長さまで揃えてるんですよ。いや、本当に徹底してますね。恐ろしい。ここまで来ると。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、嵐 Tell Me Why、こちらのオーディオを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回の動画をきっかけにですね、嵐のまだ歌声分析動画を公開していない楽曲の動画公開再開いたしますので、皆様よろしくお願いします。そして今回はですね、リクエストをいただいていた Tell Me Why ということでですね、魅力がたっぷり詰まった一曲、こちらを全力で分析し解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、嵐 Tell Me Why 歌声分析 GO！相変わらず歌声の溶け込み具合がですね、素晴らしすぎますよね。大野くんの歌声と淳くんの歌声になるのかな。今回オーディオなのでパート割り間違って言ってしまう部分があるかもしれないんですけど、そういう箇所があったらぜひコメントでフォロー解説の方をしていただけたらなというふうにお願いします。で、ここですごいのがですね、2人とも声の出し方を寄せているというか、同じ声の出し方をしてるんですよね。鼻の中の鼻腔共鳴っていうところの音色をメインで歌っています。鼻腔共鳴っていうのは声の音色のコントロールをメインで行うポイントです。で、場所的には鼻の中のこの空間を響かせた音色を鼻腔共鳴って言うんですけど、それもあってこの歌声の一体感なのかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ララララララ、こんな感じの音色かな。すごく儚い歌声ですよね。一気に引き込まれてしまうような歌声というか、ロングトーンの長さもぴったり2人で揃えてるっていうね。やっぱ嵐の最大のすごいところはこのチームワークだと思うんですよ、僕は。じゃないとこの歌声の一体感は生み出せないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばくない？で、こうフェードアウトしていくタイミングまで揃えてるんですよね。いや、本当にすごいですよ。ここはさっきのパートが大野くんと淳くんだとしたら、二宮くん、桜井くん、相葉くんの3人で歌ってるかな。声の音圧がすごくアップしましたもんね。おそらく3人で歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。で、2人から3人に歌ってるメンバーが増えることによって上昇したこの歌声の厚さ、これだけで盛り上がってる感じがしますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。で、個人的には相葉くんの鼻腔共鳴をたくさん使った歌声がここではすごくいい色を出しているなっていうふうに思っていて、相葉くんの声の特徴がですね、寂しい雰囲気を増幅させているというか、そういう感じに聞こえます。歌声のパワー感はアップしているんだけど、寂しい気持ちを一生懸命伝えているような感情表現のポイントなのかなっていうふうに思います。すごくグッとくる、ここ。ほら。てかよく聞くと、ここはあえて3人の歌声の個性をそれぞれ目立たせるような感じで歌ってるような気もしてきました。多分こっちの方が正解かもしれない。歌声の一体感を表現するっていうよりも、いろんな角度から歌声を聞いてほしいっていう風なメッセージ性があるような歌声表現というか、もう一回聞いてみましょうか。聞こうと思えばそれぞれの声を探せるような感じの
歌声バランスになってますよね。だからここはやっぱり個性を前面に出したような感じになってるんだと思います。それがまたかっこいいですよね。荒々しい感じがしてっていうか。ここはメインが大野くんで、下ハモリが淳くんなのかな。やっぱり大野くんの歌声美しいですよね。大野くんの歌声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴が中心の歌声です。ただ声の支えをですね、しっかりと胸にしているので、歌声の安定感が素晴らしいですよね。いつもうまく言えなくてみたいな、僕がやるとこういう感じになるかな。もう一回聞いてみましょう。いい声。鼻で声のツヤ感、胸で声の安定感、こういった感じの声の出し方ですね。切ないフレーズですね。多分今のところも3人で歌ってると思うんですよね。さっきが大野くん、淳くんペアだったから、ここも二宮くん、桜井くん、相葉くんペアなのかな。で、ここでは歌声の一体感をイメージしたような歌声になってますよね。先ほど聞いた部分よりも一人一人の歌声の個性がそこまで前面に出てないというか、歌声をしっかりと混ぜ合わせることに集中したような歌声というか、もう一回聞いてみましょう。ね、やばいですよね。同じユニゾンでもいろんな表現力を使ってるっていうのが嵐のすごいところですよね。で、しかもリリースされたのが2014年なんですよね。2014年の段階でこのグループとしての歌唱力すごすぎますね。うわ、めちゃくちゃ難しいですね。サビの入り。おのところから転調っていう技法が使われてます。これ曲の途中でキーが変わることを転調って言うんですけど、転調が起こるとどうなるのか。歌い手にとって音がすごく取りづらくなります。で、その後の Baby Tell Me Why、 ここでもまた転調してるんですよね。立て続けに2回転調してるから、史上最高に音が取りにくいサビの入りなんですよ。いや、音源とはいえこれを歌える嵐、もう本当に音感が凄まじいですね。もう一回聞いてみましょうか。やばいね。これはやばすぎる。相当練習しないとうまく歌えないと思いますよ。もしカラオケで歌ったことがある方、コメントで教えてください。どれだけ難しかったか。かっこいいな。うわ、なるほどね。ラップも入ってくるんだ。こういう切ない感じの曲だからメロディー一本でいくのかなっていうふうに思ったんですけど、これは斬新ですね。そして逆にラップが入ることによって切なさがもっと増えてますよね。もう一回聞いてみましょう。ここの桜井くんのラップもまたいつもとは違った声チョイスしてますよね。鼻の音色がメインの歌声っていうか。いや、桜井くんの歌声表現の幅もめちゃくちゃ広いですよね。うわいやー、切ないね。切ないんですけど、ものすごく力強い歌声で歌ってるじゃないですか。これがさらに切なさを倍増させますよね。心の奥底から情熱的に歌ってる雰囲気がビシビシ伝わってくるというか。このね、ラップのところ好きですね、桜井くんの。こう切なすぎて心がピーンと張った糸のようになっているところに桜井くんのラップが入ってくることによって、切ないんだけどちょっと緊張の張り感が
弱まるっていうか、なんかそんな感じがするんですよ。伝わるかなこれ。うわ、ぐーっと力強い歌声で歌っていて、最後はシュッと優しく締めるっていうね。いやー、さすがの嵐ですね。歌唱力がやばすぎる。多分一人で歌うとかだったら、こういった表現って、ある程度自由が利くじゃないですか。だからやりやすいと思うんですけど、これをねグループ単位でやってるっていうところがすごすぎるんですよね。相当グループ練習もしなきゃいけないと思いますし、でどこをどうするっていう歌の流れの構成も考えなきゃいけないでしょう。でもっと細かいことを言うと、歌詞のどの部分の発音を強くして歌うのかとかいうのもメンバー全員の共通認識として覚えなきゃいけないでしょう。一人で歌うよりも多分ね10倍とか20倍ぐらい大変なんですよ。グループ単位でこの表現をするっていうのが。いや、こういうことをやっていたからこそ日本のトップのアイドルグループまで上り詰めたんだなっていうふうに思います。完全に努力のグループですよね。君のいない部屋は空き箱みたいに軽く。ここで大野くんの歌声ですね。声の出し方はさっき説明した通りかな。鼻の鼻腔共鳴がメインの声の支えを胸腔にしてるっていう歌い方。強いて言うんだったら、前半のフレーズの語尾と後半のフレーズの語尾、ここでウィスパーボイスを使ってるんですよね。ララ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 ラみたいな。もう一回聞いてみましょうか。君のいない部屋はほらほら空き箱みたいに軽くほらほらほら、わかりましたか？フレーズの最後の音だけウィスパーボイスを使って自然とフェードアウトするような雰囲気を大野くんは作ってるんですよね。一音だけこれを使うことによって一気に儚さが出てきますよね。いいね。ここで相葉くんの声ですね。相葉くんはかなり強めに鼻腔共鳴の音色を使っていると思います。ただ相葉くんの歌声ですごいところが、ここまで強く鼻腔共鳴の音色を使うと胸腔共鳴の音色がですねすごく少なくなっちゃうんですよね、一般的にはね。でも相葉くんの声って声質太いじゃないですか。これがねすごいララ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 、こういう感じの音色かな。これねすごい難しい声の出し方かと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごいですよね。で鼻腔共鳴を中心にするデメリット、デメリットっていうかよくあることなんですけど、音程がですねブレやすいんですよね。歌声の支えが作りにくくなるので。全員が全員そうではないですよ。統計的に鼻腔共鳴を中心にする人はそういう人が多いっていうお話でも、相葉くんはですねしっかりと胸腔共鳴の音色も使ってるので安定感もすごいじゃないですか。これがね素晴らしいですよね。かっこいい、今のスタッみたいなね。で今の二宮くんの声も前半はすごく力強く歌ってるのに後半はものすごく優しく歌うっていう、この歌声のギャップね、たまらないですよね。で二宮くんの声の出し方はですね鼻の中の鼻腔共鳴が中心なんですけど、鼻腔の使い方が少し特徴があります。どうやってるかっていうと、鼻の中の空間をですねちょっと広げるんですよね。これすごいコントロール力が必要なんですけど、あーみたいなこういった声の音色プラスやっぱり胸腔共鳴を支えにしてるんですよね。終わりは突然にみたいな、僕がやるとこういう感じになるかな。やっぱり前何かの動画で言ったんですけど、Mr.Children の桜井さんの発声方法に少し似てますね。もう一回聞いてみましょう。終わりは突然に僕らの時を止めたね僕らの時を止めたねみたいな感じで、後半ね徐々に徐々に大きくしていくみたいな、この歌い方もね最高にかっこいいですよね。
いいね。最後、じゅんくんですね。じゅんくんはですね、口の中の口腔共鳴が中心の歌声だと思います。で、ここはかなり音域が高いので、口腔共鳴プラス胸腔共鳴っていう感じになってるかな。だから声の勢いがすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいですよね。で、やっぱり口腔共鳴を中心にすると、普段の話し声に声の雰囲気が寄っていくので、すごく親近感が湧くような歌声になってますよね。ここがじゅんくんの魅力かなって思います。このやっぱハーモニーが入ってくると嵐って感じがしますよね。ハモリもめちゃくちゃ綺麗だしね。で、ここでは一体感のある歌声ね。メインメロディーを2人で歌って下ハモリが入ってるって感じかな。で、今のところですごいところがあって何箇所もねすごいところあったんですけど、愛せーのこの S の子音、ここをですねぴったり子音の長さまで揃えてるんですよ。これやばいね。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばくない？子音の長さまで揃えてるんですよ。いや、本当に徹底してますね。恐ろしい。ここまで来ると。かわいい。やっぱサビかっこいいですよね。難しいけどかっこいい。難しいからかっこいいのかもしれないですけど、まあでも嵐が歌ってるからかっこいいっていうのもあると思いますけどね。やっぱりこういう切ないフレーズを歌う時の嵐って最強だなっていうふうに思うんですよね。めちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱりここの部分の心の中の感情を 120% 歌声に乗せてますみたいなパワーが乗った歌声、超かっこいいですよね。いやー、これは多分ねエンドレスリピートコースですね。めちゃくちゃお気に入りです。切なくてかっこいいから自然と口元が緩んできますね。緩んできますねっていうか、皆さんはもう知ってるのか申し訳ない。僕はまだまだ嵐を勉強しなきゃいけないですからね。いろいろ教えてくださいね。お願いしますよ。いい。すごくいい。もう本当に感情最優先みたいな感じの歌い方になってるから、みんなねそこまでテクニックっていうテクニックは使っていないんですよね。もう気持ちを全力でぶつけるみたいな、歌声の殴り合いみたいな、そういったアグレッシブな雰囲気をですね感じますね。それがね超かっこいいですよね。いや、今回の桜井くんのラップはもう低音のみなんですね。でも逆にそれが合いますよね、曲に。ちょっとこう怪しい雰囲気っていうかダークな雰囲気っていうかね、それがねまたかっこいいですね。でこの声はですねもう皆さんお察しの通りだと思うんですけど、胸腔共鳴の音色が中心になってます。やっぱ低音域になってくると胸腔共鳴の音色って歌声に乗りやすくなってくんですよね。そこにプラスして鼻の鼻腔共鳴の音色を混ぜてます。鼻腔共鳴の音色をですね低音域の歌声に混ぜることによって言葉の輪郭がですね明るくなるんですよね。これ低音域歌う時にかなり効果的なテクニックだと思うので、ぜひカラオケで試してみてください。ポイントはですね、低くなればなるほど鼻声で歌う、これですね。やばくないこの一気にスピード感が上がる感じ。なんか僕の中の勝手なイメージなんですけど、
林の中を急いで走ってるような情景をですね、イメージしちゃったんですけど、皆さんはどんなイメージを持ったでしょうか？もう一回聞いてみましょうか。超かっこいいですね。かっこいい。かっこいい。さすがリズムマスター桜井くんですね。リズムマスターって僕がね、勝手にそう呼んでるだけなんですけど、嵐の中でリズム感は個人的に桜井くんがピカイチかなっていうふうに思っていて、やっぱりラップをやるっていうことで、歌メロディーを歌う時以上にリズム的な部分ってすごく重要になってくるんですよね。それもあってか、何を歌ってもやっぱり桜井くんってリズムがですね、ものすごく正確なんですよ。今のポイントもですね、それがすごく分かりやすかったポイントかなって思います。やばいね。ラップでのこの盛り上げ方も最高にかっこいいですよね。徐々にこう音域を上げてるんですよね、歌声の。ラップだから歌声の音域が上がってるっていうのがね、分かりにくいかもしれないんですけど、この音を上げることによって生まれたこの声のパワー感がですね、めちゃくちゃかっこいい。感想もかっこいいね。C メロが来るんですね、ここで。なるほどね。曲の展開もものすごく面白いですよね。このまま僕は、この勢いだから、サビに突入すると思ったんですよね。最後の大サビ。ただ、ここで C メロがあるっていうのがですね、すごく僕の中に斬新でした。もう一回聞いてみましょう。全員で歌ってるのに、ここではまたね、同じことの繰り返しになって申し訳ないんですけど、それだけ僕が感動してるっていう風に思っていただければなっていう風に思うんですけど、5人で歌ってるとは思えない歌声の一体感ですよね。いや、本当にすごい。あ、なるほどね。こっからサビか。なんか展開が読めないですね。すごく斬新なんですけど、いい意味ですごく複雑で、なんか迷宮をさまよってるような、そういった感じ。伝わるかなこの表現。ただそれがね、癖になりますよね。もう一回聞こう、もう一回聞こうっていう気持ちにさせてもらえるっていうか、最後の大サビかな聞いていきましょうか。なるほど。落ちサビなんだ、ここでね。しかも、強い、弱い、強い、弱い、みたいな、そういった掛け合い。これもまたかっこいいですね。歌声の魅力をものすごく感じ取ることができるポイントっていうか、もう一回聞いてみましょうか。いいね。切なさと優しさが交互に来るみたいなね。そういった表現かなっていうふうに思うんですけど、それが最高にかっこいいですね。わやばい。このハーモニーやばいね、やっぱりね。バックの伴奏が消えるからなおさら歌声の素晴らしさがダイレクトに伝わってくるじゃないですか。しかもハーモニーが分厚いから、すごく力強くも聞こえますし、めちゃくちゃかっこよくてやばすぎる。で、ここで通常のサビになるっていうね。いやーもう展開が多くて、一曲通してワクワクドキドキしちゃいますね。すごい魅力が詰まった一曲。Tell Me Why。えい、あ、こういう感じで終わるわけだ。盛り上がるところはしっかりと盛り上げて、盛り下げるところはしっかりと盛り下げるっていう、この音のですね、ダイナミクスがたまらないですね。ダイナミクスって音量差のことなんですけど、だからもう一曲通して曲に没頭できちゃうっていうか、そして聴いていたら、あれもう終わっちゃったみたいな、あっという間、もう一回聴こうみたいな気持ちにさせてくれるっていうかね、最高ですね。
せっかくなんで最後まで聞いていきますね。ナイスフェイク。あ、こういう感じ。今なんかエッジボイスが聞こえましたね。中途半端なところに止めちゃってごめんなさい。少し戻してね、聞いてみましょうか。いやー、大野くんのフェイクはやっぱり最高ですね。エッジボイスから入ってウィスパーボイスで全体を優しくした歌声で締めるっていう素晴らしい流れ。今回も終始感動しちゃいました。以上、嵐 Tell Me Why 歌声分析はここで終了です。いやー、リクエストありがとうございました。最高ですね。これでまた少し嵐に詳しくなれました。リクエストの方まだまだお答えできていない曲がですね、たくさんありますので、この動画をきっかけにですね、また嵐のまだ歌声分析をしていない楽曲のですね、動画公開を再開したいと思いますので、皆様ぜひぜひよろしくお願いします。これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。